皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストではフリーランスとして働く私のお休みについてお話ししていきたいなと思います。お仕事のお休みですね。この前のポッドキャストで2026年の目標のお話をしたと思うんですけど、実はそこではお話ししてなかった抱負、目標がもう一つあるんですね。で、それが何かというと、お休みをちゃんと取ることなんですね。なんか、豊富にお休みをちゃんと取ることってちょっと変じゃないって思った方もいらっしゃると思うんですけど、実は私は2025年、去年はですね、あまりにもお休みを取らなくて、毎日毎日働き詰めで体調を崩してしまったり、体だけじゃなくて心もちょっと疲れてしまったり、そういうことが結構あったんですね。なので、お休みを取ることもしっかりちゃんとお仕事をするためにすごく大切なことだなっていうのに気づいたので、今年の抱負としてお休みをちゃんと取ること、そういうのを作りました。で、私はどこかのポッドキャストで毎週水曜日休みますっていうお話をしたと思うんですけど、でも実はそうやって1週間に1回水曜日にお休みを取ってても、やっぱり頭の中ではずっと仕事について考えてしまう。次のポッドキャスト何撮ろうとか、早く編集しないといけないとか、とにかくお仕事のことをずっと考えてしまってたんです。お休みなのに。で、フリーランスってやっぱり上司とかもいないので、全部スケジュールを自分で管理するから、正直時間的にはお休みが取りやすいはずなんですね。例えばさっきも言ったように1週間に1回水曜日を毎週お休みにしようとか、他にもこの日は友達と遊ぶからレッスンを入れないでおこうとか、そんな風に時間的には融通が利く、すごくお休みが取りやすいんですね。でもなんで私が休めないかというと、やっぱり気持ち的な問題なんですね。時間的には取りやすくても、やっぱりお仕事をしない時間っていうのは、不安になってしまう。自分がお仕事をしなかったら収入も止まるわけだし、とにかくちゃんと自分で管理して働かないといけないから、お休みを取るっていうことに、罪悪感を覚えてしまったり、焦ってしまったり、本当に休んじゃっていいのかなとか、そんな風に思うことがあります。水曜日に1回お休みしてても、パソコンを開いていないことが不安なんですね。何かメールを打ったり、ポッドキャストのスクリプトを考えたりしていないこと、それがすごく不安で、どうしても休めない。もちろん休むって決めてからは、パソコンを開かないようにするというか、メールを見ない、お仕事関係のことを見ないようにはしてるけど、でもそれでも本を読んだり映画をしてても、頭のどこかでお仕事のことを考えてしまう。そんなことが結構よく起こってたんですね。でもやっぱりそういう風にしてると、ストレスにもなる。せっかくお休みの日も休むことができなくて、頭だけじゃなくて心もずーっと休まらない。これがあんまり良くないなっていう風に2025年に感じたんですね。実は年末年始も私は休暇を取らなかったんです。この前のお正月とかも普通に働いてて、大晦日も働いたりしてたんですけど、これもやっぱり、特に私が予定がなかったので、その年末年始に。だから働いてたっていうのもあるんですけど、やっぱりそういう風にしてたら、なんだか2026年に変わったことも意識しづらい。あんまり体も心も追いついてないんですね。
もうみんな2025年から2026年に変わったって実感できている人もいれば、きっと私みたいにお休みがなくて、なんだか実感が湧いてない。なんか変わったけど変わってないみたいな、いつも通りの日常が続いている感じになってる方もいらっしゃると思うんですね。で、こんな風にしてたら、やっぱりさっきも言ったように、心も体も疲れ果ててしまって、皆さん、多分私が一回どこかでお話ししたから、知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、一回燃え尽きてしまったんですね。燃え尽き症候群。燃え尽き症候群っていうのは、ずーっとこうやって頑張ってたら、どこかのタイミングでプツンって糸が切れたみたいに、なんかもう何もしたくなくなる。ポッドキャストを撮る気力も湧かないし、なんかもうとにかく働きたくない。なんでこんなに働いてるんだろうっていうふうに思ってしまって、今までたくさんあったモチベーションがゼロになってしまったんですね。こういうのを、燃え尽き症候群、英語だったらバーンアウトとかだと思うんですけど、そういうふうに燃え尽きてしまった。もうやる気が全部なくなってしまったんです。でも2026年は、2025年でこういうことがあったからこそ、同じ失敗をしたくないんですね。同じようにまた燃え尽きたくない。私はやっぱりよくよく考えても、このお仕事は大好きなので、頑張りすぎてしまうことによって嫌いになりたくないんですね。働きすぎて好きだったものを嫌いになってしまう。それって結構悲しいことだと私は思ってて、私は他にもお仕事だけじゃなくて、趣味でも同じような経験があったんですね。映画を見ること、すごく好きだけど、なんか勉強のために映画を見るようになってから疲れてしまって、好きだった映画もちょっと嫌になってしまう。そんなことがたまにありました。今はもう映画は楽しむために見るようになったので、もう本当に大好きだし、たくさん毎日でも見たいっていう風に思うんですけど、でもやっぱり、お仕事でも勉強でも趣味でも、とにかく何かやりすぎてしまったら、頑張りすぎてしまったら、もうその時点で私は燃え尽き症候群になる可能性がすごく上がってしまうんですね。なので2026年はとにかく頑張りすぎずにちゃんとお休みしながら自分のペースでメリハリのある生活を送りたいなって思ってます。メリハリっていうのは頑張る時もあればしっかりお休みを取ることもある。そういうふうにちゃんと分けたりすることですね。メリハリのある生活。こういうのをしたいなって思ってます。で、私はさっきも言ったように1週間に1回だけお休みを取ってて、で、なんで1週間に1回だけなのかというと、結構ね、会社とかでは2回とかお休みがあるところが多いんですけど、私が1回しか取らない理由は、普通に、やることがなくて、普通に私はあんまり出かけたりもしないし、正直一日で十分なんですね。でもその代わりに、例えば友達と旅行に行くときとか、何か予定があるとき、そういう特別な時のために置いておきたいんです。お休みする時間というか。だから私はそういうふうにちょこちょここまめにお休みを取るっていうよりも、この期間はお仕事をずっと頑張って、で2週間とか1ヶ月とか長期休みを取る方が好きなんですね。で、これがやっぱりフリーランスのメリットでもあると思ってて、普通に会社で働いてた時は、有給っていうのでお休みを取ることもできるけど、やっぱりそこまで自由じゃない。
もう有給の数も決まってるし、お仕事が忙しいタイミングでは取ることができない。でもフリーランスは自分で全部決めることができるから、そういうのを有効活用するというか、自分に合った働き方をするために、私はいつもは週に1回のお休みだけで頑張ってずらーって働いて、休みたい時にまとめてガバって取る。そんな風にするのが好きなんです。なので、2026年はこんな風に長期休暇をちょこちょこ、ちょこちょこというか、数ヶ月に1回、ちゃんとお休みの期間を取りながら頑張っていきたいなって思ってます。2025年はやっぱりお仕事に集中したい、頑張りたいって思ってたから、そういう週に1回でさえ休むことに対して、休んじゃってる、サボっちゃってるとか、罪悪感を覚えてしまってたんですけど、やっぱりちょっとずつ2025年の中でお休みをとって、ちゃんと心も頭も体も休めることで、もっともっと効率的にお仕事を進めることができる。全部プラスになるなって思ったんですね。で、私は学生の頃から休むっていうことが昔からうまくできないタイプだったので、先生にちょっと休みなさいって言われて、ちゃんと休むとか、そういうふうに誰かにちゃんと言ってもらわないと、自分が疲れてることに対して気づけなかったんですね。でも、いつまでもやっぱりそんな風に誰かに休みなさいって言われるまで気づけない大人になるっていうのは良くないし、ちゃんと社会人として働いてる人間として自分で自分の体調とか心とか、そういうメンタルとかですね。そういうのをちゃんと理解して、気を使うっていうこともお仕事の一部だなっていうことに2025年に気づくことができたので、この気づいたことをちゃんと活かして2026年は頑張りたいなって思ってます。しかもやっぱりお休みを取ること、私で言ったら長期休暇を取ることっていうのはモチベーションにつながるんですね。例えば私は友達と今年旅行に行く約束をしたんですけど、その旅行のために頑張ろうっていう風に思える。で、その時は好きなだけ遊ぶ。やりたいことを全部する。食べたいものを全部食べる。そんな風な楽しいことを作る。楽しい予定を先に入れることで、とってもモチベーションが上がるかなっていう風にも思ってます。で、こんな旅行っていう大きなモチベーションじゃなくても、例えば今日一日お仕事頑張ったら好きなお菓子を食べようとか、1ヶ月頑張ったらご褒美にインドカレー食べに行こうとか、そんな風に小さな目標を立てることっていうのもモチベーションにつながるなって思ってます。実際に私も最近はお仕事だけじゃなくて勉強とか、ダイエットとか、そういうのでもちゃんと小さなモチベーションを作るようにしてるんですね。皆さんもきっと日本語を勉強していて、もう嫌だな、やめようかなとか、頑張りすぎて燃え尽きてしまうっていうことが今まであったかもしれないんですけど、私も実際にありました。もう英語が嫌になったんですね。英語を聞くだけでストレスというか、映画を見るのも苦痛だし、ドラマももちろん苦痛だし、YouTube でちょっと英語のタイトルが書いてるだけで、もう嫌だなって思うことがあったんですね。で、そういう時に私が取った行動は、一回思い切って離れてみること。一回思い切って英語から離れたんですね。もう全く何もしない。映画もあんまり英語のものを見ないようにして、韓国語のものばっかり見たり、そんな風に英語に触れる時間をぐっと減らしたんですね。そしたら何が起こったかというと、今までその楽しかった気持ち、英語を勉強するのは楽しいっていう気持ちが蘇ってきて、思い出したんですね、その楽しさを。
で、そういう風になってから、その楽しいっていう気持ちがモチベーションになったし、他にもダイエットでもずっと我慢するんじゃなくて、数ヶ月に1回、もう何でも食べていい日をたまに作るんですけど、その日のおかげで毎日の筋トレとか食事制限とか頑張ることができてます。なので、どんな形でもいいからモチベーションを作ることっていうのはすごく大切だと思うんですね。仕事だけじゃなくて勉強も、ダイエットも、とにかく何でも皆さんが頑張っていることに対して頑張りすぎずお休みを取りながらモチベーションになる何かを作るっていうのもすごく大切だと思ってます。これをすることで私は本当に毎日何かを頑張ることが楽しくなったので、ぜひ今皆さん頑張りすぎて疲れてしまっている人は、今日の私のおすすめというか、お話を参考にしてもらえたらいいなと思ってます。やっぱり楽しいこととか好きなことに対して頑張りすぎて嫌いになってしまうっていうのは一番悲しいことだと思うので、嫌いになる前にしっかり休んで楽しさをまた見つけて一歩ずつ頑張っていくことが一番大切なんじゃないかなと思います。なので私はきっと2026年たくさんお休みをすると思うんですけど、今は多分エネルギーをチャージしてるんだなって思いながら温かく見守っていただけると嬉しいです。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。皆さんもあんまり頑張りすぎずしっかり楽しみながら過ごしてくださいね。では今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。